皆さんこんにちは、カズラブチャンネルです。今日はですね、フリーウェルさんのブライトデー4パック DJI アクション2用 PL 付き ND フィルターが届きました。ありがとうございます。早速開封して中をチェックしていきたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。最近フリーウェルさんのフィルターは PL 付きがほとんどになっております。その効果を今回も見ていきたいと思います。はい、来ました。このようになってます。前回ご紹介したのは PL が付いてないタイプでしたが、今回のは PL 付きになっています。はい、このようになってます。くるくると回るタイプになってます。この効果も見ていきたいと思います。早速装着してみようと思いますが、装着は非常に簡単で、フィルターをこのようにポチッと置くだけ、マグネット式になっていて自動でくっついてくれます。しっかりとくっついてるので落ちるような心配もなさそうです。 FPV 等に乗せる場合はこの周りをテープで貼った方がいいかもしれません。風で飛んでいく可能性はあると思います。しかし通常で使う分では全然問題ないと思います。それでは早速外で使ってみたいと思います。 PL の効果から見ていきたいと思います。フィルターを回すとこのように海面の反射がどんどんなくなっていき、さらに回すと元に戻ります。一番効果が効いてるところで止めるとこのような感じになります。効果の違いはしっかり出てるようです。それではいつものようにシャッタースピードの変動を見ていきたいと思います。動画の設定は 4K30 フレームにしています。フィルターなしだと1250分の1、かなり高速なシャッタースピードになっています。わざと逆光で撮影しています。続いて ND8 を装着すると120分の1まで一気に落とすことができました。これ1枚でも結構良さそうですね。 ND16 で80分の1、ISO は100で設定しています。 ND32 で40分の1、ISO100 です。ND64 だと50分の1で ISO が200に上がりました。かなり光量を抑えることができそうです。逆光のまとめでフィルターなしだと1250分の1から ND3240 分の1まで落とすことができました。かなり効果はありそうです。サイド光も試してみました。順光に近い光かと思います。フィルターなしだと500分の1、 ND8 で50分の1まで一気に落とすことができました。 ISO100 です。 ND16 で40分の1、こちらも ISO100 です。ND32 で30分の1まで落ちましたが ISO が200に上がっています。 ND64 は40分の1、ISO が400まで上がりました。順光に近いサイド光はこのようになりました。この数値を見ると ND8、16あたりが一番使うことになりそうです。というわけでいかがだったでしょうか。いつものようにシャッタースピードの変動と PL 効果の具合を見ていただきました。 ND フィルターでシャッタースピードを調整してこのようにモーションブラを得ることができますし、 PL 効果で海面の反射も抑えることができるという1枚で2役とても便利なフィルターとなっています。それでは最後にフリーウェルさんのアクション2用 PL 付き ND フィルターを使用して撮影した超スピーディーな絶景映像をご覧いただきたいと思います。いつも皆さんのご視聴ありがとうございます。